10秒押すだけ膝の痛みを消す最強のセルフ整体をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、10秒押すだけ膝の痛みを消す最強のセルフ整体の方法をお伝えしていきたいと思います。はい、ただストレッチして伸ばすのではなく、押すという刺激を入れることによってストレッチよりも短時間にさらにピンポイントで刺激が入ることになりますので、ストレッチよりもさらに痛みを消す効果につながりますので、ぜひですね、今回の方法でですね、ご活用いただければと思います。はい。ではですね、早速なんですけども、膝の痛みを消すために、一体どこを押していけばいいのかということについてお伝えしていきたいと思います。まずはじめにですね、膝の痛みが出るというのはどういうことなのかということをお伝えさせていただきますと、膝というのは関節になります。はい。膝の関節の特徴というのは、前後の動きに強いということになるんですね。蝶番の関節になります。はい。蝶番というのは、このように前後の動きにはめっぽう強いんですけども、弱点としましては、ねじれの動き、ひねりの動きには弱いということになるんですね。なので、膝というのはこのように前後の動きだけしていればですね、壊れることはないんですけども、ひねってしまう、ねじれてしまうと痛みが出てしまうということになるんですね。では、膝がねじれてしまう、ひねってしまうということの原因というのはですね、ねじれるべき関節がねじれていないということになるんですね。はい。ではですね、ねじれるべき関節というのはどの関節かというと、上にある股関節、そして下にある足首、側関節になるんですね。はい。この股関節、または側関節、この関節がですね、硬くなることによって、ねじれる動きが弱くなってしまって、結果的に膝がねじれてしまって、膝が壊れて痛みが出てしまうということになるんです。なので、今回ですね、膝の痛みを消すために押していく筋肉というのは、股関節を硬くしてしまっている筋肉、そして足首を硬くしてしまっている筋肉になります。はい。今回ですね、3つの筋肉を押していきます。まず1つ目。1つ目はですね、股関節の内側についている内転筋、超内転筋という筋肉を押していきます。そして2点目。2点目はですね、足関節、足首の側関節の前についている前脛骨筋という筋肉。そして足関節、足首の関節の内側、そして後ろについている後脛骨筋というですね、筋肉を押して緩めていくことになります。はい。ではですね、お待たせしました。あなたのですね、膝の痛みを実際に消していきたいと思います。はい。まずですね、筋肉に対して押す刺激を入れる前に、あなたの膝の痛みが今どのような状態なのかということを把握していただきたいんですね。はい。膝の痛みがある方、このように膝を曲げ伸ばししていただいたりとか、または立ち上がっていただいた状態で、今回は右足を行っていきますので、右足を前に出していただいて、膝を曲げて体重をかける。このような動作をですね、行っていただいて、今あなたの膝の痛みの状態をですね、把握しておいていただければと思います。そして早速ですね、1点目。1点目はですね、股関節の内側にある内転筋、超内転筋という筋肉に対して押す刺激を入れていきます。はい。超内転筋に対してピンポイントで押す刺激を入れていきたいので、まず腸内転筋の場所ですね、を把握していただければと思います。このようにですね、膝を曲げていただいた状態、股関節と膝を曲げていただいた状態で、太ももの内側ですね、太ももの内側の真ん中よりも股関節よりに手を置いていただいて、この状態で膝を内側に入れてみてください。こうすると、ぐっと硬くなってくる場所があるかと思うんですね。ここが超内転筋の場所になります。ここで一番硬くなる場所に対して指をぐっと入れてみてください。こうすると、痛気持ちいいような刺激が入るかと思うんですね。ここに対して指をぐっと入れていただいてもいいんですけども、なかなか太い筋肉になりますので、今回はですね、このようにマッサージ用のボールを使っていきます。はい。テニスボールでもいいんですけども、マッサージ用のボール、さらに硬いものになりますので、こっちの方が刺激が入るようになります。ただですね、初心者の方というか、初めての方はテニスボールでも十分になりますので、まずテニスボールまたはマッサージ用のボールをご用意いただければと思います。で、ここにですね、ボールを当てていただいて、このようにですね、
行う側の足を前に出していただいて、膝を曲げていただいた状態、そして足を外に倒していただいた状態を作ります。ここでボールをですね、両手でぐっと下に押していくようにしていただくと、腸内転筋に刺激が入っていくんですけども、これをですね、10秒間行っていただいてもいいんですけども、さらに刺激を入れるためにですね、左手でボールをぐっと下に押していただいて、右手は体の外に置きます。そして体を右にひねっていただいて、体を前に倒す。そうするとさらにですね、腸内転筋に押す刺激が入っていきます。この時注意していただきたいのは、頭を下げないことですね。頭を上げていただきながら体を右にひねって前に倒す。そして左手でぐっと押していく。このですね、動きを5回繰り返していきたいと思います。強さ的には痛気持ちいいくらいでですね、行っていただくといいかと思います。はい。ではですね、5回いきます。体を右にひねって前に倒して、ボールを内転筋に押していきます。1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5、ゆっくり戻します。これで腸内転筋は完了になります。はい、続きまして2点目。2点目は足首の前、すねについている前脛骨筋という筋肉になります。こちらに対してもピンポイントで押す刺激を入れていきたいので、まず押す場所をですね、見つけていただければと思います。見つけ方は、このすねの骨、脛骨という骨の外側ですね。外側に指を置いていただいて、足首をぐっと上に上げます。足首を上に上げていただくと、ぐっと硬くなる筋肉があるかと思うんですね。これが前脛骨筋になります。はい。ここで一番硬くなる場所ですね。目安としては、このすねの骨、脛骨の真ん中よりも上の場所ですね。はい。上の場所を押していただいて、ぐっと盛り上がってくる筋肉。ここに対して、ぐっとですね、指を置いていただくと痛気持ちいい形になるかと思いますので、ここに対して指で押していただいてもいいんですけども、やはりですね、筋肉が分厚い筋肉になりますので、内転筋と同様ですね、テニスボール、またはですね、マッサージ用のボールを使っていきます。ここにボールを当てていただきましてですね、ここからこのように足を前に投げ出していただいて、前脛骨筋に足が乗るように、体重がかかるようにですね、設置していきます。このまま両手でですね、ぐっと押しつぶしていただいて、前脛骨筋に押す刺激を入れていただいてもいいんですけども、ここからさらにですね、刺激を入れるために、右手をですね、体の外に置いていただいて、左手はボールを足経由で押していただいたまま、体を右にひねりながら、体を前に倒していきます。で、この時注意していただきたいのは、頭を下げるのではなく、頭を上げた状態で前に倒すということですね。はい。この状態を5回ですね、繰り返していきたいと思います。はい。まずは体を伸ばして、右にひねって、前に倒しながら、ボールをぐーっと左手で押していくようにします。1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5、ゆっくり戻します。これで前脛骨筋は完了になります。はい、続きまして3点目。3点目は足首の上、ふくらはぎの内側の後脛骨筋という筋肉になります。はい、この後脛骨筋に対してもピンポイントで押す刺激を入れていきたいので、場所の探し方についてお伝えしていきたいと思います。はい、まずはこのふくらはぎの内側のすねの骨ですね。はい、脛骨という骨の後ろ側にですね、指を置いていただいて、だいたいですね、このふくらはぎの内側の真ん中にですね、置いていただくといいかと思います。この状態で足首をですね、内側にぐっとひねってみてください。こうすると、ぐっと硬くなってくる場所があるかと思います。これが後脛骨筋の場所になりますので、一番盛り上がってくる場所、ここに対して指をぐっと入れていきます。こうすると痛気持ちいい形になるかと思いますので、ここに対して指でぐっと押していただいてもいいんですけども、やはりですね、前脛骨筋と同様、ボールを使っていただくことをお勧めします。はい。ここにですね、ボールを当てていただいてですね、このまま足を外に倒していただいて、両手でですね、ぐっと押しつぶすように10秒間押していただいてもいいんですけども、ここからですね、さらに体のひねりを入れると、
さらに圧がかかってきますので、左手でボールをグッと押していただいて、右手は体の外に置きます。そして体を右にひねりながら頭を上げて前に倒しながら後脛骨筋に圧を入れていく。これを5回繰り返していきたいと思います。やはり痛気持ちいいくらいでですね、5回やっていきましょう。はい、体を戻して、体を右にひねって、前に倒して後脛骨筋にぐっと圧をかける。1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5、ゆっくり戻します。これで後脛骨筋は完了になります。はい、これでですね、膝の痛みの原因になる腸内転筋、前脛骨筋、後脛骨筋の硬さに対して押す刺激を入れて緩めることができました。はい、ここでですね、先ほどの動きの再確認をしていただきたいんですね。膝を曲げ伸ばししていただく動きだったり、立ち上がっていただいて、右足を前に出して曲げ伸ばししていただく動きをしていただくとお分かりになるように、膝がまっすぐ動きができるようになります。なぜかというと、股関節と足首がしっかりねじれるようになったからですね。こうすることによって膝の痛みのですね、原因から解消することができたということになります。はい。ということで今回は10秒押すだけ膝の痛みを消す最強のセルフ整体をお伝えさせていただきました。はい。10秒押すのを3箇所、30秒で終わる方法になりますので、ぜひですね、あなたの日常生活に取り入れていただいて、あなたのお悩みの解決にご活用いただければと思います。また、動画の冒頭でお伝えさせていただきました。来月の7月2日、私の新しい本が発売されます。はい。こちらですね。10秒押すだけ痛みを消す最強の整体という本になります。はい。実はですね、今回の動画の内容というのは、この本の内容の一部をご紹介させていただきました。はい。この本の中では、首こり、肩こり、腰痛、膝痛、股関節痛、四十肩、五十肩という形で、あらゆる体の痛みをですね、ストレッチではなく、押すという刺激を入れるだけでですね、痛みを消す方法というのをですね、すべてご紹介させていただいております。今まではストレッチではですね、解決しきれなかったものをですね、押すという刺激を入れることによって解決できるような内容になっておりますので、ぜひですね、今回の私の新しい本ですね、ご覧になっていただければと思います。はい。この本の詳細ですね、動画の下の説明欄の方にですね、貼り付けさせていただきましたので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。